現場ボーン。大飢饉の爪痕を直さんと農地の改善を行った我が町。で、前回は46サイクルまでご紹介しましたが、2サイクルほどダイジェストにしてスタートしようかなと。てか1ヶ月くらいこのマップ放置してたから、みんな内容覚えてないと思うぞ。そんなわけで町の紹介をしつつ、ここ2サイクルの変更点を見てきましょ。だな。まずは首都のニューフォーリンラブ。結構な大都市なんだぜ。変更点はこちら。なんか変な空き地あるな。アプデの影響で破砕機がなくなりました。製錬所を作らなきゃだな。こちらは庶民ビーバーの町、よくカッサカサになるので、中央の湖の底下げ工事を行いました。ビーバー増えすぎで、水不足になりがちなんだよな。こちらは新しいお城の建設予定地。ただいま適当に堤防工事をしております。大幕府から半端ない流量の水が流れてきてるから、考えて工事しないと後々大変になりそうだな。アプデで自動給水ポンプも追加されたし、今後の治水計画も再計画しなきゃかな。こちらは残念なダムことザンダム。ここは大して変わってないな。一応丸太置き場を整理して農地を広げました。飢饉の際には避難地区になってた開発中の町。ここしれっと全壊全滅してたんだよな。給水ポンプが離れてるせいか、ビーバーが寿命とかで減ると配置されないみたい。そんな感じだったのな。山城裏の町のどか。現在大穴ダムの周辺に農地を広げております。大穴ダムはいつも潤ってるもんな。山城。なんか変化あったか？ホームレスが結構いたので、ここに家建てたくらいかな？お、立派なの建ってるな。大幕府は特に変わってない感じかな？繁殖ポットいくつか止めたくらいじゃね？じゃ、町の紹介はこのくらいにして、アプデで変更されたところをやっつけちゃいましょ。まずは、レシピが選択されていません。製粉所とグリルのレシピを選択しないとだな。41件はめんどくさい。諦めろん。ちまちま設定中。地味な作業。レシピの設定を終えたので、破砕機の代わりの製錬所を建てましょ。これないと金属スクラップ加工できないもんな。アプデで追加されたものをアンロック。アイアンピース専用の大きい水車とかあるし作るのが楽しみだな。自動給水ポンプも深水でフォークテールよりも水深深いので作るの楽しみだな。ここ工事中だけど1ヶ月ぶりで、自分自身何をしようとしてたか忘れ困惑している様子。川の排水用に開けてあるようにも見えるし作りかけのようにも見えるな。この部分も伐採してあるし、こっち側に進出しようとしてたのかな？現状は下流が干ばつに耐えれない感じだから、水源の近くをなんとかしようとしてたっぽいな。本拠地では植林エリアを一部松に植え替え。加工した板をいずれ作るなら松ヤニをゲットしないとだよな。そういうこと。植林中に貯水槽が拡張できるのに気づいたのでついでに堤防を改修しましょ。このマップ下流は水深浅いからすぐカッサカサになっちまうんだよな。なんとなくこのマップでは底下げ工事を控えてたのもあり、ビーバー増えすぎて貯水がヤバめです。ノーマル難易度だし余裕だとか言って、治水適当にしすぎたツケが回ってきたな。まだ水門の開け閉めなしでいけるけどそのうちやらかしそう。当分は治水工事中心になりそうだな。山城川からならこの辺りも工事可能だったので木を撤去して道を作っております。そしてちょっと奥に水門をずらー。ここに水溜めてなんかするのか？ここに水生農家さん作ろうかと。下流の水不足でさっき悩んでたのに、ここの水維持できる方法も考えたのか？あ、計画倒れー。まずは水を制御せねば。なんとなくやるのを渋ってたダイナマイトでの底下げ工事を、がっつりやり始めました。もっとビーバー増やすならがっつり準備した方がいいかもな。なお、繁殖ポットを結構止めたので、現在ビーバーは900匹程度に減っております。農地改善したから食料は余ってる感じだし、1000匹に戻しても大丈夫そうではあるな。まあ久々すぎて全体が把握できてないのでちょいちょい増やしてきましょ。お前もともと把握できてなかっただろ。てへー。中途半端な堤防が埋まり水が流れなくなりここも使えるようになったので、植林でもしましょ。何やるにしてもとりあえず丸太は使うから、事前準備って感じだな。水門ズラーが完成したので適当に堤防作ってます。一応水深1マスの水は溜めれそうだけど、維持できないから水生農場は無理だぞ。給水塔でカバーするには広すぎるし、うまいこと治水する方法を考えねば。植林エリアをメープルから栗に植え直しております。
木材としても使うけど、余ってる時は栗が採取できる感じにしようかと。お前が栗食べたいだけだろ。栗、うまー。おい今なんか爆発したぞ。一マス穴を掘ることで間伐時に水たまりができて、少し緑地化が維持できます。小細工入りまーす。そんなわけでこの辺りもホリホリ。てか地味にカッサカサになっちまってるな。下手すると食糧難になりかねないので、放置できないし治水頑張らねば。だな。でもどう頑張ればいいか考えがまとまらず、迷走して山城前に堤防作ってます。おい。一応底下げすれば少し貯水できるかな？でもこれじゃ浅瀬が干上がるのは防げないんだよな。そうなんですよねー。安定の適当工事。混乱する頭で、とりあえず大幕府の町の前も少し爆破で底下げしてます。大幕府はビーバーの数多いから、干ばつ時にポンプで吸い上げて干上がっちゃうんだよな。でもここを貯水するのに時間がかかると下流が貯水するのに時間かかっちゃう。あちらを立てればこちらが立たず。そしてこっちもカッサカサ。1ヶ月前のお前がそこに爆弾設置してたみたいだな。ここにため池作ろうとしてたのかな？ぽいな。はっばー。禁断の底下げ工事解禁。まあ禁止しなきゃいかん理由もありんせん。だな。そして無計画に爆弾再設置。おいちゃんと考えてからやれよ。地味にやらかしてそうな気もしなくもない。下流への影響が気になるな。むしろ川の水位もちゃんと管理した方がいいかも。ここも堤防で埋めて水位一定を目指しましょ。流量多いから下手にいじると溢れちまいそうだな。まあやってから考えますです。超適当だな。そんなわけでこの辺はこんな感じで囲ってから、下流と同じ深さにする工事します。どうなることやら。こうなった。工事始めたばっかなのに早々に溢れさせてんじゃねえよ。干ばつ時にはカッサカサ、浮きはびっちゃびちゃでございます。アップデで少し仕様が変わったのかな？前からやらかしてたし仕様じゃね？ぐぬぬぬぬー。いろいろ見てみたけど結局ザンダムの水門上げると排水が滞るのか、大幕府の町も水没しちゃうっぽい。川幅がもうちょい広くないとダメっぽいな。仕方ないのでここに水路掘って、川に流れないように排水してみましょ。この程度じゃ焼け石に水だな。結局大幕府の水没が収まらなかったので、とりあえず水門開けましょ。だー。そして山城浦も水没。川はせき止めたいけど排水量も増やしたいので、今の水門を撤去して少し長めの水門を作りましょ。なんともうまく治水できないな。山城浦は隙間からの水没で建設できるものがいないので、山城と繋いで山城から工事してもらいます。結構な大惨事になってきたな。丸太がいっぱいでアイコンが偉いことに。もったいないからなんか作れよ。ザンダムの水位を上げるとポンプが一部水没するので、新たに水門前にポンプ作ってます。ザンダムは当初廃村予定だったから、作りが適当で色々問題あるっぽいな。がっつり作り直すか微妙に悩む。さよか。大穴ダムから水が来てる、山城裏の貯水槽も底下げ工事。場合によっては大幕府側に水門つけて、川の水を取り、余ってる時は排水できるようにしようかな。作る前から疑問形じゃねえか。どうしたらいいのかわからないんだよ。怒るな早口になってんぞ。だー、もう、水源めんどくせー。あ、ついに景観無視して水源にダム作るつもりか？とりあえず水門を個別に高さを設定して、流量多い分は左に捨ててしまいましょ。見た目はあれだけど水源の管理はできそうだな。こんな感じで半分だけ全力放水でいいかな？まあ他の工事もあるし色々微調整だな。見た目もそこまで悪くない気もしなくもない。どっちだよ。じゃこんなところで最後に街の様子を見てみましょ。栗、うまー。そういや植えてたな。建設依頼を出した後、存在を忘れてた製錬所。てか当倍速でも結構カクカクしてるな。まだ動いてるので遊べます。どこまでビーバー増やせるか楽しみだな。松が植え終わり今タッパー小屋が完成。これで松屋にゲットだぜ。ザンダムに作った、ポンプ、紹介するほどのもんじゃねえな。ザンダムは平らな土地が少ないので川方面に進出しないとダメかな？要検討だな。避難地区の水路の工事はこんな感じ。ザンダム側から取水して、左遷現場の貯水槽に流れて余ったら左側に捨ててる感じになってるみたいだぜ。
山城裏の町の堤防工事はこんな感じ。見た目の関係で一番上をダムにしてるのでまたすぐ溢れちゃうかも。アホなの？穴掘って作った大幕府の倉庫、干ばつ明けなのにまだ浸水しとります。ポンプ作ってただいま組み出しております。前にもやった気がするな。最後に作った水源の水門。今後の活躍に期待だな。ではこんなところで今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録お願いいたします。続きを作るか参考にさせていただきます。最近は積みゲーが増えてるので、別ゲームもちょいちょいやるかもなんだぜ。では、またお会いできることを願って。またねー。